皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は夏のよれないベースメイクです。ベースメイクが完成している状態なんですけれども、私がですね約31年間生きてきて絶対にこのベースメイクをやっとけば絶対によれないベースを今日は紹介していきたいと思います。で、今日やるやり方は普段のメイクにも取り入れられるし、厚化粧になるわけではなく、厚化粧しないのにナチュラルに見せながらもデイリー使いできながらもよれないっていうベースメイクを今回は紹介していこうと思います。斉藤咲ベースメイク攻略動画っていう感じで、今日はベースだけに特化しているのでね、ちゃんとメイクしてない状態でお送りさせていただくんですけれども、この夏彼と海デート、プールデート、ディズニーデートみたいなお祭りとかね、人混みが多い、モヤモヤしてるみたいな時とかにも化粧直しほぼなしでいけるようなメイクになりますので、ぜひ皆さん目がん開いて最後まで見ていただけたらなと思います。それでは動画スタート。はい、ということでメイクを始めていきたいと思います。今スキンケアしかしてない状態なんですけど、今オフィスで撮影してるので朝ちょっともうパックしちゃったんだけど、基本はいつもよれないように朝ネイチャーリーパブリックのシカパッドがあるんですけど、こういうちっちゃい丸みたいな感じのパックがあって、それをこことこことこことここに4枚貼って、スキンケアした後にそのパックを貼って肌の熱を下げた後にメイクをすると非常に一日のメイクのノリが良くなるので、私はいつもここにここに貼っております。で、私は基本的にビタミン C 系か歯科系を塗ってパッドを使ってて、歯科系使う時は赤みが気になる時に使ってて、ビタミン C の時は紫外線とかが気になる時に朝パックを使っております。これも365日毎日、夏でも冬でも秋でも春でも必ず朝をパックしております。今日焼け止め塗ってきてないのでこちらを塗っていきます。こちらはセラムのものになっていて、ちょっと美容液みたいな感じのテクスチャーになってます。 SPF50 プラス PA4 プラス。私今日オフィスに来るまでさ、日焼け止めをつけないで歩いてきたからさ、非常にちょっと紫外線が怖くて仕方ない。このセラムのいいところはクリームタイプではなくてセラム状の日焼け止めになるので、肌がベタつかない、結構フィットしてくれる感じ。ほんとスキンケアの一環っていう感じで、サンクリーム塗るとさ結構油分がすごいじゃん。のでこういう密着力が高く、なおかつ日焼け止め成分がちゃんと入ってるものを日焼け止めのものとして使うっていうのが絶対にやりたくない時のポイントになります。結構ねクリームタイプじゃないからピトッって感じでついてくれる。今さ鼻の横のところにさニキビできててさ、チートデーでピザ食べたからここにニキビができてる。はい、こんな感じでセラム塗り終わりました。日焼け止め。続きまして下地を塗っていこうと思います。まず塗るのがこちら、イヴ・サンローランです。こちらもちょっとテクスチャーはセラムみたいな感じになってます。透明。色づきは特にございません。カバー力もございません。ただ何かと言いますと T ゾーンだったり小鼻だったりとかの皮脂を抑えてくれるようなプライマーになります。これマジほんのちょっとつけるだけで毛穴がちょっとこう生まれというかマットな肌にしてくれるので、このさ毛穴とかここの小鼻とかよれやすいところ、これちょっと塗っただけでスムースっぽくなるの分かる？こっち今塗ってない方でこっち塗った方、かなりこうスムースがかった感じでマットになっていくので、まだパウダーとか塗ってないのにこれくらいすごく効果が高いもので、絶対よれたくない時はこういうもので皮脂を抑えていきます。分かる？これほら全然違くない？ほら、しかもなんかテカリがあると人の顔が立体的に見えて、ここのねほうれい線というか光が当たった時のこの影みたいなのでできるシワみたいなほうれい線みたいなものも消えるので、全然違くない？こことここないでしょ。こっちこれすごくおすすめです。これもこれを小鼻だったりとか頬であったりとかおでこであったりとかにつけていきます。ただこれ私毎日とかはあまりつけない理由がありまして、絶対よれたくない日とか非常に外にいる時間が長い日とかにしかつけないんですけれども、なんでかと言いますと、やっぱ毛穴にこう埋めてくれるような、毛穴の凹凸を埋めてくれるようなプライマーになりますので、しっかりと落とさないと非常に肌に悪いんですね。毛穴に入り込んでいるわけでして、これは必要な時にしか使わないようにしております。今日肌の調子良すぎてさ何してもツヤるわ。あとここね、結構ここよれるから、みんなここのさザラザラとかちゃんとさ角質のケアとかしてんのかな。結構ここ角質たまる。ここはしっかりとね
角質ケアしましょう。先ほどよりもだいぶテカリとかこうツヤ感が抑えられたかなと思います。次に使っていくのが、これはよれないというか、下地ですね。これは魔法の下地になっております。私の毎日必ず使っている魔法の下地、これがなくては生きていけない。なんかビセのさ、オレンジのさ、クマ消すやつとかも買ってみたんだけど、あれもすごい消えるのなんだけど、やっぱりどうしてもコンシーラーだからテクスチャーがすごい硬いんだよね。でもこれマジで本当にほら神なんだよね。これやっぱこれが下地で柔らかいのにもかかわらずよれないし崩れないし、クマも消してくれるっていう。これ自分で作っといてなんだけどマジ最高。こちらセレブのね、梅田エストの出店が決まりまして、ここで告知さらっとって感じなんだけど、そちらに向けて新作の発売でようやくお披露目発売できるので、皆さんお楽しみにしていてください。これはマジで本当にみんなこぞって買いそうな予感ってぐらい必須案件って感じ。一生使っていくであろう下地っていう感じです。斉藤咲の本気を見せた。もう毎回本気なんだけど、ほんとちょっとで全部カバーできるので、クマが残ったものは口元とかのこの口周りってちょっとくすんでるというかあるじゃん。適当に塗っていくっていう感じになっております。このね下地がいいところはマジよれない、崩れにくい、ほんと少量でいいから一生なくならない。私これ365日ずっと使ってて、これ作り始めたの多分2年前くらいからなんだけど、2年前から使ってるのにこれまだ一生使ってるからね。ポイントでしか使ってないから。でも全顔にも全顔にも使えるのでおすすめです。次使うのが下地、こちらです。これはジパンシーのプリズムディーブルスキンケアリングコレクターとブルーのカラーを使っていきます。こういう感じでブルー系の下地になっております。ポイントで使っていきます。なんかね、お肌に結構しっかりと全体的に塗ってしまうとどうしてもよれやすくなってしまうので、重ねれば重ねるほど。なのでちょっとポイントで置いていくっていう感じです。私はこの赤みが気になるところに点置きではないか、こんな感じで使っていきます。でこちらに関しましてはですね、ここまでクリームっぽくないというか、これもよれにくいんですね。非常に肌にフィットしてくれると言いますか、あまりみずみずしすぎないというか、とても使いやすい下地でございます。こちらでお肌の赤みを消して透明感をアップさせていきます。なるべくファンデーションを薄く、どうしてもねやっぱファンデーションってよれる原因になるし、崩れ方が綺麗じゃないので、なるべく下地でお肌を完璧な状態、完成度高めに持っていって、いかにファンデーションの量を少なくするかっていうところにフォーカスしておりますので、私はこういうねカラーコントロールとか下地を使ってお肌を整えていきます。結構ね、私そばかすもともとあるのとね、ピコスポット数ヶ月前に日本のクリニックでやった時に逆に出てきちゃって、すごいシミが 1,2,3.5 個ぐらいあるんだけど、それもしっかりと割とカバーできてるかなと思います。そしたらば次に使っていくのがこちらです。バニラコの、リキッドファンデーションです。出す量はこのくらい。てってれー。今回は使えるかな、綺麗に。前よりかは綺麗に作れてるんじゃない？本当は逆にするらしいよ。でも逆にするとね、私にはねできないから、こっちでいく。こういう感じでのせていきます。で、こちらのスポンジですね。三千みたいな名前の、この間メイクさんに三千じゃないって三好みたいな言われたよね。三吉だ。三吉のパフを使います。パフのアイテムで使うパフによってマジでよれやすさとかつけた時の綺麗さとかがマジで変わるから、この三吉のパフはすごくおすすめ。韓国アイドルのメイクさんとかもヘアメイクさんとかも使ってるぐらい本当にとってもいいんだと思う。私もこれが一番いい。ずっと買ってて、私は Amazon で買っております。なんかね、弾力が違うんだよね。しかも余計なものはちゃんとたくさんつけすぎてしまっても排除してくれるような感じ。肌の密着力がマジで全然違う。こんな感じです。今版画を塗りました。正直そんなの塗ってないの、まだこんぐらい残ってるから、こっちにも残ってるしね。それでもしっかりこんぐらいカバーしてくれる。で、小鼻周りは結構残ったものでこうやって軽くなじませるぐらいにします。なんかあんまりね、やっぱね、小鼻とかにね塗りすぎるとねよれるんだよね。はい、今こんな感じでさっきの量だけで全部の顔いけました。顔白いんだけど、こちらは後で、また首元ペッ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 ってやりますのでご安心くださいまし。で、私は塗った後も一生パタパタします。結構しばらく本当にずっとパタパタしてる。ちゃんと馴染んで、ちゃんと余分なつけすぎてしまった分が取れるまで非常にずっとパタパタしています。で、小鼻のところとかはなんかちょっとこう毛穴に向かってこうやって押し込んでいく感じ。そしたら次に使うのがコンシーラーです。ザセムのピンクコンシーラーになります。これはちょっと気になるシミで、ちょっと小鼻の赤みと
さりげなくつけます。このザセムのコンシーラーは普通のカラーのコンシーラーじゃなくてピンク系のコンシーラーなんだよね。でほぼ白っぽい感じのピンクだからカバー力はもちろんあるんだけど、そんな浮きにくいというか非常に塗りやすい、厚塗り感があんまり出ない。あとはね、このザセムのねテクスチャーが結構硬いんだよね。コンシーラー大体硬いんだけどさらに硬いからこれはよれにくいです、非常に。でやっぱ色がそこまでついてないからカバーはしてくれるけど、よれた時にすごく綺麗っていう。そしたらお粉に行きます。お粉は使うのはエスポアです。ちょっと柔らかめのこういう平たいものを使っております。私はまず小鼻押していく感じです。はい、漏れ線消えた。鼻の縦線っていうのかな、ここの消えました。こういう感じで押していく感じで、これヘアメイクさんがいつも化粧を、メイクしてもらってその後にさ撮影してたりとかすると、やっぱライトがさ私の顔に何トンも当たってるから熱で結構すぐテカってきたりとかするんだよね。そうなった時にいつもメイクさんがこういう小回りが利くちっちゃなブラシでこうやって押さえるようにこうやるんじゃないんだよね。なんか結構ブラシこうやってやる人多いじゃん。私あれよれるからファンデが好きじゃなくて、こうやって優しくほんとトントンってやってくれるの。それを私もいざ実践してみたら非常に良かったので、そこから私はずっとこの使い方をしております。そしたらこの顔周りはこういう感じで、もうほぼ毛のところにこうやってやります。お顔ってこの顔周りからどんどん皮脂が出てきてっていうか、なんか顔周りを押さえるとパウダーとかでこうやって皮脂を押さえてあげると出にくいらしい。崩れにくい。こことかは残したままにしてます。ここを残しといた方が後からメイク直しがしやすいので、粉でフィックスしちゃうともう一度よれたら終わりなので、ここは今日は残しておきます。そしたら次使うのがこちらです。パーフェクトダイアリーのルーズパウダーの1番っていうものを使っていきます。かなり粒子が細かくて、ちょっとこうやってやっただけでこういう細かいやつをパウダー乗せた後にレイヤリングしていきます。これでもう固めるって感じ。こうやって喋ってるだけでマジ口に入る。こんな感じで塗り終わりました。ベースも明るめのもの使ってるし、パウダーを重ねれば重ねるほどベースが明るく出てきてしまうので、顔とのこの差が出てきちゃうので、皆さん必ずここは塗ってくださいね。首と顔違うよ、パトロール隊が出没してしまうので、しっかりとこちらは塗りましょう。私は今は塗りません。後で塗ります。これでマジで一生よれない。ということで、メイクが完成しました。今眉毛だけリップだけ今ちょっとだけ塗りましたっていう感じで、今ベースの状態になっております。で、私が今日したメイクは、今日はリキッドファンデーション使っていたのでさらに頑丈なよれない日のメイクなんだけど、これクッションファンデーションを使ってても同じ工程でこのベースメイクをすると、私基本的にこの小鼻の周りだけちょっとテカってきたなって時にこのお粉で、さっきはブラシ使ってたんだけど、お直しの時はこれをここにちょっとこうやって押さえるだけで、化粧直しは基本的にしません。しなくても24時間持つっていう感じなので、クッションファンデーション持ち歩かないし、ベースファンデも持ち歩かないし、ここのまぶたのところもちゃんと皮脂が抑えられてるので、アイシャドウ崩れだったりとかアイラインとかまつげとかも崩れてこないので、基本的に私はお直しはこちら1本で1日に本当に2回するかしないかぐらいの感じになっております。もう朝1回これを完成させちゃえばずっと長持ちするので、このベースメイクはとてもおすすめになっております。今日のポイントとしては、ベースのファンデーションの工程よりも下地作りが一番大切かなと思っていて、まずは日焼け止めとか一番最初の土台になる部分を肌に密着しやすいゆるすぎない日焼け止めを使うことと、あとはその上からこういう皮脂をコントロールしてくれるプライマーでしっかりとベースの毛穴を埋めてあげる、テカリを予防するっていうところと、あとはこういうカラー系のコントロールカラーを使ってベースファンデの量を少なくできるようにお肌をコントロールしていく。でそれをした上でこういうファンデーションとかベースにつく色づきのあるものに関してはちょっと薄く軽めにしていくっていうのがとて
ても私的には重要なポイントかなと思います。それをした上で粉でしっかりとセッティングしていくっていうのと、その上からさらにレイヤリングでこういう粒子の細かいものを使ってあげるのがいいかなと思います。こっちは結構固形なのでしっかりとカバーしてくれるような、固めてくれるような役割で、こっちはその上からさらにルースをかけてベールを1枚かぶせるようなイメージで使っていくので、またちょっとお粉とお粉だったら両方どっちでもいいとかじゃなくて、こういう固形タイプを使ってセッティングしてから粒子の細かいこういったパウダー系、こういうポロポロポロってしてるやつを使うのがおすすめです。これは特に私が最近気に入ってる粒子が細かいものなんだけど、他ので言うとコスメデコルテとかそういったパウダーとかでも綺麗にできるかなと思います。最初にこっちのせちゃうとどうしてもここまでのスルッパキッっていうお肌にはならないので、やっぱりこっちの固形使ってからこっちの細かい方を使うっていうのが私的にはいろんなメイクをベースメイクを試してみた中で一番いいかなと思います。ということでこちらで夏も冬も生きていけますので、夏のデートでもディズニーランド行っても大丈夫ですし、どこに行っても絶対によれないので、こちらとてもおすすめになっております。こちらが私が長年撮影を繰り返してきて一番よれないメイク直しに時間がかからない方法を見つけ出した私のやり方でございます。今日は、夏のよれないメイクのメイクだったんだけど、他に何々のメイク見たいとか、何々がちょっと気になっていてこういうメイクしてみてほしいとかっていうリクエストがあればぜひコメント欄でお待ちしております。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。